くちゃ暑いです。温度はそんなに上がらないんですけど、湿度がすっごいですね。これはサウナになります。家のサウナになりますね。暑っ。温度が22度でも全然暑いです。汗だくです。もう服もびちゃびちゃですし、額からはめちゃくちゃ汗が出ます。家のサウナは大成功です。ちょっと感想は別のとこで言いたいと思います。はい、家庭でサウナやってきました。蒸留をするとですね、どうしてもエッセンシャルウォーター、蒸留水っていうのがね、取れるんですけども、それがね、いっぱいあるんですよ。それでですね、ちょっと考えたのが、今流行りのサウナ、家でできないかなと。その時にですね、フィンランドとかであるサウナストーンっていうね、火山岩とかでするんですけども、ハパコンチ今火山岩がないので、潰れたレンガでやってみたんですけども、全然できましたね。もう葉っぱくん汗だく止まらない。湿度95ってもう考えられないですね。温度はですね、全然上がらないんですけども、湿度があんだけ上がればもうサウナですよ。でですね、気になるこの香りなんですけども、いっぱいある中でですね、その中でも5種をね、ちょっと選んでやってみました。まず最初はですね、エゾマツのメバナの、エッセンシャルウォーターっていうやつなんですけども、どちらかというと甘い香りのするエッセンシャルウォーターなんですよね。それかけたらね、ほんとね、バラみたいな甘い香り。すっごいいい香りしましたね。完全にサウナだなと思いましたね。サウナの香りみたいな感じ。サウナでこの香りしても全然違和感がない。すごい気分のいい香り。で、甘い香り。ちょっとね、エロティックな香りでございました。よかったですね。次やったのがグレープフルーツとオレンジとレモンとヒューガナッツの柑橘系4種の蒸留をした時のエッセンシャルウォーターなんですけども、これもいい香りしましたね。ちゃんと香りしましたね。柑橘系のスカッとした香りと甘い香りがまたね、湯気に乗ってね、ほのかな香りがね、このお風呂の中にね、広がってね、これほんと癒されますね。ずーっとこの1種類でいいかなってね、葉っぱくんは思ったぐらいです。そして次はですね、一番葉っぱくん期待していたトドマツだったんですよね。トドマツのエッセンシャルウォーターって、もうトドマツだなーっていう香りするんですよね。甘いスカッとしたね、独特のトドマツの香りなんです。それをですね、サウナストーンにシャッとかけたんですけど、全然匂いしないんですよね。香りがね、湯気に乗らなかったですね。なんでかわからないですけど、トドマツはね、あんましサウナに向いてないのかもしれないですね。で、次、西洋ノコギリソウのエッセンシャルウォーターで、スースー系の香りなんですけども、これがね、シャーッとかけたらですね、どのね、エッセンシャルウォーターよりもスカッとした香りがですね、ふわーっと広がりましたね。香り一番きつかったんじゃないかな。いい香りしましたね。最後はね、試しに杉のね、エッセンシャルウォーターやってみたんです。杉自体はですね、エッセンシャルウォーターはそんなに香りないんですよ。杉の香りだなーっていうのが、ふわってするくらい、なんですよね。でも、サウナストーンにかけた途端、変わりましたね。杉のいい香りが、ふわーって。それも出てきました。みんなが知ってる杉の香りですよ。杉の香りがですね、お風呂中に広がって、これまた最高でございます。今回のエッセンシャルウォーターすべての感想を言いました。ナンバーワンはやっぱ西洋のノコギリソウでしたね。ほんと植物のいいものが体の中に入ってきてるって感じがしますね。だいぶ時間経ってますけど、まだね、額の汗がまだ出てる感じがしますね。いやー、温まったな。体の芯から温まるなーっていう感じですね。いや、これからはね、家でもサウナができるぞということが分かりました。というところで今日この辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなーっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。